皆さんこんにちは、五戸美希です。3週連続でお届け中のナレーション講座、今回が第3回ラストですね。第3回は企業 PR 風の原稿を使いたいと思います。テーマはいい声でナレーションを読む、そんな方法をお届けしていきたいと思います。ということで今日使う原稿はこちらです。実在しない企業の実在しない PR 原稿ですね。はい、一回読みますね。未来をつなぐ、それが私たち A 社の理念です。クラウドインフラの構築、 AI による業務自動化、そしてあらゆる企業の DX を支えるソリューション。私たちはただの IT 企業ではありません。あなたのビジネスを一歩先へ導く競争パートナーです。未来のビジネスをもっとスマートに。はい、こんな感じでしょうか。それでは早速、いい声でナレーションを読む方法その1です。力みを取る。もうこれめちゃめちゃ重要ですね。こういう硬い原稿、難しい原稿っていうのは力が入ってしまうというのがあるあるでして、力が入るとこうなってしまいます。未来をつなぐ、それが私たち A 社の理念です。こんな風にちょっと声が変わってしまうということですね。これをですね、私はスイッチオン現象というふうに呼んでおりまして、これまるで声にスイッチがあるみたいなんですよね。原稿読みってなるとグッて力が入ってしまって、未来をつなぐっていう風になってしまう。その普通に喋っている時は、こんな声、そうなんですねとか言っている方が、そうなんですね、原稿読みですね、未来をつなぐ、こういう風になってしまうっていう。これ原稿に限らず本番、そのラジオだったらフリートークで入ることもいっぱいありますけれども、スイッチを入れた、カフって言いますけれども、マイクのスイッチを入れた瞬間に、皆さんこんにちは、こういう風になってしまうという、スイッチオン現象ですね。これはですね、私が誰よりそうだった、もう本当に思い当たる節がありすぎるんですけれども、はい、これ入社3年目4年目ぐらいまでそんな感じで、はい、普通に喋ってる時の方がいい声だねみたいな感じで、入社4年目になって初めて言われて、そうなんだみたいな感じになったんですけれども、もうなのでそうなってしまう方の気持ちはすごくよくわかるですが、力まない方がいい声なんですね。なのでスイッチオンっていう風にならないように、スイッチにゅるぐらいになると、スイッチオン、未来をつなぐじゃなくて、スイッチにゅる、未来をつなぐ、それが私たち A 社の理念です。こうなるとグッドですね。スピーチトレーニング。それではいい声でナレーションを読む方法その2です。つなげる発声練習。はい、これはですね、そのスイッチオンじゃなくてスイッチニュルーにするためにですね、普通の声でちょっと喋ってから読み始めるということですね。これめちゃめちゃおすすめです。私はですね、これをつなげる発声練習と呼んでいるんですけれども、まずですね、最初普通の声、普段の声で話すというのを意識して適当に喋るんですね。そうなんですね。なるほど。わかります。こんな感じで普通に喋っているこの声からつなげて喋るんですね。そうなんですね。未来をつなぐ。それが私たち A 社の理念です。こんな感じで、その後も同じように練習をしていきます。そうなんですね。なるほど。クラウドインフラの構築、AI による業務自動化。そうなんですね。そしてあらゆる企業の DX を支えるソリューション。こんな感じでつなげて練習することで、普段の声のまま力まずに読むことができる。力まずに読めたらいい声で読めますので、この練習すごくおすすめですね。で、これをやるとですね、結構言われるのが、普段の声の方がいい声なんてありえないんですけど、みたいに思われる方結構いらっしゃいまして、そうですね、私が感じるのはですね、スイッチオンの声よりも普段の声の方がいい声だなって思う方がもう大半ですね。稀に普段の声がかすれ声だとか、普段の声、抑揚があまりにないとか、そういう方もいらっしゃいまして、そういった方は普段の発声方法を見直した方がいいんですけれども、割合的にはそういう方はとても少ないなと、これは自分の講師としての実感ですね。
なのでスイッチオンじゃなくてスイッチニュルになるように、そうなんですね。クラウドインフラの構築、こんな感じに練習するのとてもおすすめです。スピーチトレーニング。いい声でナレーションを読む方法その3、演技しすぎない。はい、これはですね、ナレーションとなると自分という人格から離れすぎない方がいいんですね。自分が思っている、心から思っていることではないので、ある程度の演技にはなるんですけれども、演技しすぎちゃうとちょっと違和感。私たちはただの IT 企業ではありません。あなたのビジネスを一歩先へ導く競争パートナーです。こういう風になっちゃうと、ちょっと違和感になってしまうんですね。聞き手は演技が気になってしまうと内容入ってこないということが起こってしまうので、ナレーションっていうのは常に聞き手ファーストなんですね。聞き手にとって一番スッと内容が入ってくる、そういう読み方をしたいので、普通に話しているのに近いナレーションにしたいんですね。なので普通に話している時に読み方を近づけたいということで、演技しすぎない方がいいんですね。私たちはただの IT 企業ではありませんじゃなくて、私たちはただの IT 企業ではありません。こんな風にしたいなと。演技しすぎない方が不自然に聞こえて、自然に聞こえるのでいい声に聞こえるということになります。で、そのためにニュルっと入っていくんですけれども、これ抑揚も重要ですね。高いところから低いところ、これが私たちはただの IT 企業ではありませんみたいな感じになっちゃうと、それがまた気になってしまうので、自然な抑揚になるようにしていきたいんですけれども、抑揚については別の動画でまとめておりますので、そちらチェックしていただきたいと思います。スピーチトレーニング。五戸美希のスピーチトレーニング、メルマガ配信しております。メルマガでは話し方解説のラジオを毎週メルマガ限定で配信していますので、ぜひご登録ください。オンラインサロンもやっています。個別レッスンもありますし、動画教材も配信しています。詳しくはプラン一覧をご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。